はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は CCA の 1DT プラス 2BA のハイブリッドモデル、ピアニストですね。モデル名がピアニストっていうの？じゃあ、ピアニスト向けってこと？随分ユーザーを絞ったんだね。それは違うと思うよ。そんなことしたら売れないもん。フェイスプレートの質感がピアノをイメージさせるからかしら。それもちょっとこじつけっぽい気がするわね。その答えはここにあったよ。1998年のイタリア映画「海の上のピアニスト」へのオマージュから付けられたって書いてあるわ。随分前の映画ですね。ジャックさんは知ってるんですか？もちろん知ってるよ。以前はそっち系の仕事だったからとにかく映画は見たね。さて、モデル名の謎が解けたところでどんなモデルなのか見てみようか。そうですね。価格が4000円台後半から5000円台ってとこみたいですね。エントリーモデルはそれこそ1000円台からあるから、それに比べればちょっと高めな設定なんで、ちょっとリッチなエントリーモデルってポジションですかね。特徴としては、これを見ると中低域までをダイナミックドライバーに割り当て、高域と超高域を BA に割り振ってるよね。BA ドライバーはもともと補聴器用に設計されているということだけど、音楽用に再設計した BA29689 を搭載し、6から7キロの感度が大幅に向上してるとのこと。クリアで生き生きとしたボーカルを実現したんだって。ボーカルの主な帯域はもっと低いところにあるから、ここでは抜けが良くなってると解釈した方が良さそうだね。再設計した BA がダイナミックドライバーの性能を凌駕するってことなんで、中高域の性能にかなり自信を持ってるみたい。この場合の中高域ってさっき具体的に数字の出た6から7キロってことなんだろうね。2つの BA の配置はノズル内ではなく、ここ 10mm ダイナミックドライバーの横。どちらのドライバーからもサウンドガイドチューブがステム先端に向かって伸びてる。サイズ重さは上の通りで気になるほどではないですけど、ちょっと重めですね。厚みが 25mm 弱でステム部がちょっと長めに見えます。フェイスプレートのこの部分、斜めにくり抜かれた下のネットからちょっと音が漏れてくるので、エアフロー調整されているようですが、セミオープンというほどではないかな。今回は何と比較するの？ 1BA プラス 2DD だと C オーディオの夢シリーズとか思い出しちゃうんだけど。そうだね。でも夢シリーズだと価格帯が合わないんで、手持ちでドライバー構成と価格帯がマッチするものを探してこれをピックアップしたよ。 KBE やペッカーね。今年5月頃にレビューしましたね。軽く振り返るとペッカーはこんなモデル、波形比較はこんな感じで、低域から低中域の感じがかなり違うね。あと6キロあたりもね。 1BA プラス 2DD でも聞こえ方は結構違うんで、そのあたりを意識して聞いていただきたいですね。ピアニストは BA の再設計でその優秀さをアピールしてて、ダイナミックドライバーの中域、中高域あたりはピアニストの BA にはかなわないみたいなこと書いてあったけど、 CCA では最近 2DD モデルのデュオもニューモデルとして登場してるのよね。価格も同じぐらいだし、だからミニーはデュオとも比べてほしいな。なんか矛盾してるって言いたいのかな。メーカーさんはうちの製品は全部いいですよっていうのは当たり前だからね。ちょっと面白そうだからまず波形比較から。へえ、なんか中高域以降の感じは BA があっても DD だけでも似てるのね。中低域から中域は量の方が減衰少なめ、低域は逆に量が控えめなんだ。この2モデルは聞いた感じも割と似てたので、そのあたりも意識しながら聞いてみるといいかもしれません。というわけで、この3モデルの比較で音質調整の基準は CCA ピアニストにしています。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
した。ペッカーは確かに個性的な感じでした。KB イヤーのモデルってこのぐらいの価格帯まではこういう感じのチューニングの傾向が多い気がするわ。ピアニストとリョウはやっぱり似てたね。確かに収録音だと似てる。実機も似た部分が多かったけど明らかな違いもあったよ。あ、その前にイヤピ比較も載せておくよ。ピアニストの重心はちょっと広域寄りに感じたんでファイナル E だとどうなるかなと思って試してみたけど若干広域が和らぐ感じだったね。モデル名が海の上のピアニストのオマージュから付けられたものなら尾ケーブルも海をイメージさせるこれでバランス接続で聞いてみたいなーってことで交換。イヤホン本体を上回る価格のケーブルだけどバンドルケーブルで表現しきれていない部分を引き出せることもある。必ず良くなるってことでもないんだけど今回は効果を感じた。少し物足りなかった低域の厚みが変化し個人的には聞きやすいバランスに。前置き長かったね。で、ピアニストとリョウの違いは？分離の違い、粒立ちの違い、広域の鋭さの違いあたりが主なところかな。2DD と 1DD プラス 2BA のドライバー構成の違いが出ているんだろうね。分離、粒立ち、広域の鋭さ、いずれも聞いてすぐわかるレベルでピアニストの方が際立ってた。音として聞くならピアニストの方が優秀かもしれないけど音楽として聞くのでそう簡単に結論付けられるものでもない。デュオには音同士の混ざる感じが程よいし広域の鋭さもほどほどでピアニストだとちょっと広域がきつくシンバル系が前に出過ぎだよって思うところでもデュオだとそれが緩和されてる。それとデュオにはこの帯域を落としていない分の豊かさがある。それが全体を少しごちゃつかせる感じがしなくもないのでメリットだけではないけどで柔らかみのある分サウンドステージがピアニストより若干広いかなって思える。じゃあジャックさんはリョウの方が優秀で好きってこと？いやそれがそうでもないんだよ。ピアニストには音数が増えてもいろんな音がしっかり聞こえてるんだよね。さっき言った分離と粒立ちの良さってやつね。デュオと比べなくてもそれははっきりわかる。広域は自分の耳にはちょっときついけど似たような出方をしていてもデュオより鋭さはあるね。低域に関してもベースラインは曖昧さが少なくラインを得やすい。ただ量感はさほどでもないのでキックやフロアタムの迫力には物足りなさは感じる。メロディーラインはピアニストもデュオも前に出てくるタイプ。ここを落としてる分この帯域は聞きづらくなってるかな。あとデュオよりちょっと空間が小ぶりな気がする。じゃああとはお好み次第ってことなのね。そうだね。実際数日かけて聞き比べたけど日によって好みが変化してなかなかレビューが書けなかったから。ドライバー構成の違いで優劣が決まるってことじゃないんですね。そうだね。ちょっと長くなってしまいましたがピアニストは低域好きな人向けではなく中広域広域寄りのバランスが好きな人に合うモデルだと思います。購入検討の際の参考になれば幸いです。ということで CCA の 1BA プラス 2DD モデルピアニストのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。